行方不明の子供を探している親にとって時間は繊細な問題です。ガーテン・オブ・バンバンシリーズではおなじみのこのフレーズ、これは我々プレイヤーが操作する主人公が行方不明になった子供を探す親であることを示しています。しかし本当にそれだけなのでしょうか。主人公について詳しいことはほとんど語られておらず、今なお多くの謎が残されています。そこで今回はシリーズ全体から主人公に関する情報を集め、その人物像を整理しながら本当の正体や隠された目的について徹底考察していきます。主人公の条件。まずはバンバン1の大型アップデートまでに判明している主人公の基本情報を整理していきます。まず、主人公は子供を探す親です。これはゲームの説明文にも明確に示されています。ゲーム内でも複数のマスコットが主人公を親として認識しています。まずはバンバン。君は子供たちのためにここに来たんだ。続いてクイーン・バウンセリア。ですが親よ、これはあなたの戦いではありません。そしてスティンガー・フリンです。だが、お前をそこまで突き動かしているものは何だ。まさか親としての保護本能などとは認めないぞ。さらに、バンバン1のアップデで追加された実績には、ノーミスでクリアすると解除される公式設定の保護者というものもあります。これらの情報から、主人公が子供を探す親であることは、ほぼ間違いないでしょう。そして、主人公は人間です。これは、トードスターやビターギグルのクローンたちのセリフからわかります。さらに、シリンジョンからも、人間って、いつになったらまともに見られるようになるんだ。お前たちの肉体の限界には吐き気がする。と言われています。このことから、少なくとも主人公は周囲の実験体たちから人間として認識されており、中身も外見も人間のままであると考えられます。一方、主人公の性別については、現在も公表されていません。しかし、作中で見つかる子供のメモには、マミーとはっきり書かれています。そのため、このメモを書いた子供が主人公の息子であれば、主人公は母親、つまり女性ということになります。ただし、主人公が探している子供が一緒に行動しているクレアである可能性も残されているため、現時点では断定できません。さらに、ミス・ミミッカーの声真似には、ママとパパの両方で呼びかけるセリフが存在します。そのため、メモに書かれているマミーが主人公を指しているのかは、まだ推測の段階です。ここまでで確実にわかるのは、主人公が行方不明になった子供を探している人間の親であること、そして作中のメモからは主人公が母親である可能性も示唆されています。主人公は喋れない。ゲームを通して気になるのが主人公がほとんど言葉を発しないことです。コメントでも主人公が一言も話さないことから実験体なのではないか。同じく作中で喋らないキャプテンフィドルズなのではないか。と考察されることがあります。しかし、主人公が会話をしないように見えるのは、ゲーム上の演出である可能性が高いでしょう。ドラクエのように、プレイヤー自身が主人公になった感覚を強めるため、あえて声をつけていないのかもしれません。また、主人公の声を出してしまうと、性別や年齢を推測できるため、それを避ける狙いも考えられます。主人公が無口なことを強く印象づけたのが、バンバン4でのトードスターのセリフです。駅へ向かうぞ、相棒。一言も発しないくせに、ずいぶんうまくやるもんだな。さらに、バンバンからも、外で起きている狂気を君が生き延びてくれて、本当によかったよ。あまり口数が多くないよね。だから、きっと大事な要件できたのだろうと僕は思うよ。このように、作中のキャラクターたちも、主人公があまり話さないことに触れています。単なるギャグとも考えられますが、主人公の正体に関する伏線である可能性も残されています。しかし、バンバン8では、主人公が実際には会話していると思われる場面が描かれました。フランボがクローゼットに隠れているシーンでは、現在の状況を理解していないバンバンに対し、主人公がこれまでの経緯を説明しているような間があります。確認してみましょう。最後に覚えてるのは、君とノーティワンドに捕まりかけて、襲われて、目が覚めたら病院のベッドだったんだ。今はあの外科医が取り仕切っているって？いつから？まあいい。彼と話してみる。この場面から考えると、主人公は全く話せないのではなく、普段から必要に応じて会話していた可能性があります。ただし、その声はプレイヤーの没入感を高めるため、意図的に聞こえないように演出されているのかもしれません。実際、バンバンゼロの主人公であるフランボも、ゲーム中では一言も話しません。ところが、
バンバン8では他のキャラクターたちと普通に会話しています。それに対してバンバンもフランボが話せることに驚いている様子はありません。つまりフランボも当時から会話していたものの、その声がプレイヤーには聞こえていなかったと考えるのが自然です。同じ演出が使われているのであれば、本編の主人公も喋れないのではなく、単に会話がミュートされているだけなのかもしれません。主人公は実験された。次は主人公の身に起きた出来事を振り返っていきます。バンバン8にあったピター・ギグルアシスタントによる身体検査を思い出してみましょう。ここではバンバンから受け取ったカードキーを使い、主人公がウスマン博士として自分の体を検査される場面があります。検査の結果、特に重症と診断されたのが鈍器による頭蓋骨の損傷です。これはバンバン2でバンバンに殴られた際の怪我だと考えられます。さらに右腕にも異常が確認されています。これはシリーズを通してドローンのリモコンを握り続けていることへのメタ的な言及なのかもしれません。そして両足にも深刻な損傷が残っています。こちらは何度もエレベーターから落下していることや、ゲームの主人公らしい異常な落下体制を表したものとも考えられます。どれも主人公がシリーズを通して実際に経験してきた出来事です。一見するとこれまでの冒険を振り返るためのギャグのようにも見えます。しかしこの身体検査はバンバン2から現在まで同じ主人公が行動し続けていることを裏付ける情報でもあります。さらに過去の傷が治らずに残っていることから、各作品の出来事はそれほど長い期間を空けずに連続して起きている可能性もあります。そして重要なのは、主人公が負傷しただけではなく、実際に何らかの処置を受けていることです。バンバン2でバンバンから不意打ちを受けた主人公はそのまま意識を失ってしまいます。ではその間に何が行われていたのでしょうか。バンバンは主人公を殴った時、完璧な標本も手に入ると発言しています。さらに主人公が目を覚ました後には、殴ってしまったことは悪かった、でも理解してくれ、僕には君からどうしても必要なものがあった、それは君が意識を失わなければ手に入らないものだったと話しています。このセリフから主人公が意識を失っている間にバンバンがその体から何かを採取した可能性があります。完璧な標本という言葉を考えると、血液や組織など人間の体に関係するサンプルだったのかもしれません。さらにバンバン7ではシリンジョンが主人公に手術を行っているような場面も描かれています。その際シリンジョンは、今この瞬間お前は自分を不運だと思っているかもしれない、だが実際は選ばれた存在だと伝えておこう、私の作業の一部となる栄誉だと語っています。この場面で具体的に何をされたのかは現在も明らかになっていません。しかし主人公は少なくともバンバンとシリンジョンの2人から何らかの実験や処置を受けていた可能性が非常に高いのです。この時点で主人公の体が実験体へと改造された可能性も考えられます。ただしバンバン7の舞台であるシティンジョンでは、主人公は終始人間であることを理由に差別されています。そのため仮に体へ何らかの処置が施されていたとしても、少なくとも外見上は人間の姿を保っていたと考えられます。つまり主人公はただ地下を進んでいるだけではありません。本人の知らないところで体を調べられ、何かを採取され、さらには手術まで受けていた可能性があるのです。精神世界とのつながり。最後に主人公とフリンの精神世界とのつながりについて考えていきます。フリンが見せる精神世界では、マスコットたちがビーチを目指して旅をする様子が描かれています。これまで主人公が見てきた精神世界は、一見するとフリンが作り出した幻覚のようにも見えました。しかしシリンジョンのセリフからマスコットたちが実際にビーチを目指していたことが示唆されています。つまり精神世界で描かれていた旅は完全な作り話ではなく、過去に実際に起きた出来事を再現している可能性が高いのです。さらにフリンが最初に主人公へ見せた精神世界では、すでにビーチへ到達した状態で会話が行われていました。そこで語られていた内容は過去の出来事ではなく、現在の状況についてのものです。このことからフリンの精神世界の現在地はビーチに存在しており、シリーズを通して主人公が見てきた旅の映像はそこへ到達するまでの過去だったと考えられます。そしてフリンは主人公を精神世界へ引き込む前に何度も同じような言葉を口にしています。それはそうと、お前に見せたいものがもう一つある。今のお前には必要だろう。なぜフリンは過去の旅を主人公に何度も見せるのでしょうか。もちろん
自分たちに何が起きたのかを説明し、現在の状況を理解させるためとも考えられます。しかし、今のお前には必要という言い方には、単なる説明以上の意味があるようにも感じられます。もしかするとフリンは、主人公がかつて知っていた出来事をもう一度思い出させようとしていたのではないでしょうか。つまり主人公も過去にマスコットたちと共にビーチを目指す旅に関わっていた可能性があります。さらに気になるのが、フリンが最初に主人公を過去の精神世界へ送った際のセリフです。お前は少し眠るといい。その間に私は、お前を本来あるべき場所へ移してやろう。フリンは、精神世界を主人公の本来あるべき場所と表現しています。なぜ、子供を探して幼稚園へやってきた人間の親にとって、精神世界が本来いるべき場所なのでしょうか。この言葉をそのまま受け取るなら、主人公は過去にも、この精神世界と深く関わっていたのかもしれません。そう仮定すると、主人公の見え方は大きく変わります。これまでは、行方不明になった子供を探すため、何も知らずに幼稚園の地下へ迷い込んだ普通の親だと考えられてきました。しかし実際は、主人公自身も過去にマスコットたちと行動し、アビスや精神世界に深く関わっていた人物なのかもしれません。フリンが何度も精神世界を見せていたのも、主人公が知らない過去を説明するためではなく、忘れてしまった記憶を思い出させるためだった可能性があります。つまり主人公は、今回初めてアビスへ足を踏み入れたのではなく、かつて自分がいた場所へ戻ってきた。子供を探す親であると同時に、自分自身の失われた過去や正体を取り戻そうとしている存在だったのかもしれません。もちろん、主人公が子供を探す人間の親であることは変わりません。しかし、その親がなぜフリンから特別な映像を見せられ、精神世界を本来あるべき場所と呼ばれているのか。主人公の正体には、まだ本人すら忘れている過去が隠されているのかもしれません。皆さんは、主人公が過去にもアビスを訪れていたと思いますか？ぜひコメントで教えてください。この動画が参考になったら、チャンネル登録を忘れずにお願いします。